皆さんこんにちは、リジェクトの時野です。はい、小作です。いや、ついに発表されましたね。何がでしょうか。来たるはい7月26日、はい、いぶし銀福島いぶし銀ファンミーティングがですね、ついに飯坂温泉の地で開催されるということでございますので、その動画はい、ということでですね4月の29日水曜日にですね、はい、梅原 VS メナ10試合選手、これ獣道なんですか？獣道って銘打ってますね。獣道梅原 VS メナの10試合選手、こちらがあります。はい、僕かなんかで優勝して X、まあ当時はツイッターとでもいいですか、でポストして皆さん10先やりましょう、それがいざここへ来て実現するということでございますね。ということでですね、この獣道、私も過去に2回ほど出させていただいた出場経験者ですので、今回の動画ではそのあたりについて話していきたいと思いますと。なんかノリノリ、この台本によると俺がノリノリで話すみたいな感じになってる。ちょっと結構重いイベントですからね、本当に。ちょっとその説明しようみたいな感じで。時野さんがそういう感じで聞くわけにはいかないので、自分がちょっと聞いていこうと思うんですけど。ありがとうございます。ただね、皆様にもすごいね、なんていうか特別なイベントだったんですよ、僕にとってもそうだし、まあいろんなね、今大会もありますし、CPT プロツアーなんかもありますし、あとは他にもね、いろんな多岐にわたるイベントあるんですが、中でもちょっとこのイベントはちょっと雰囲気違くないか、重々しいなっていう、他の海外聞かないイベントだったので、ちょっとここでお話しさせていただこうかなと思っております。ということで時野さんは過去2回出場されたということだったんですけど、その2回というのはどんな感じだったんですね。ですね、まず、僕が、見てたんですよ、獣道の1回目っていうのを見てて、それこそ伝説の試合ですよ、小川マチャボーっていう。そっか、1回目それだ、メイン。めちゃくちゃ仲悪かったらしいの、本当に。そう因縁マッチなんですよ。偉いのが2人とも大人ですから、普通だったらよ、いやなんで俺があんなやつとやんなきゃいけねえんだよ人前で断るじゃん。それがいやいや俺の方が強いし、ここでちゃんとはっきりさせるのがまあゲーマーでしょっていう、いや本当にそうところなんだろうね。だって負けたらさ、めちゃくちゃそのリスクもあるし、すごい人数の人にも見てもらってるし、大人が本気で嫌い合ってるところに白黒がつくってないっすよね。本当は違うね。いや絶対一生起こんないからね。獣道だったらやってくれるんですかね。そういうのもあって、やっぱその試合熱いなとか思ってたんですよ。で、2017の、確かねエボリューションを僕はパンクに勝った後で、皆さんちょっとイベント僕らで今度どうですかっていうふうに僕が挑戦状を叩きつけたわけです。僕は X では言ってませんよ。僕は梅原さん本人にどうですかと。で梅原さんもういいね、じゃあやろうかと。言葉少なに。今考えると態度がもう怪しかったね。どういうこと？どういうこと？つられた感じ。なるほど。ほいほいなんかそのちょっとここら辺の界隈じゃでかい顔させてもらってますみたいなやつをもうちょっとその後から思えばね、これ完全にもう全部経験した上で後から考えると、時の自分はやっぱその調子乗ってたなとか。大きいと思いますね。だから僕でそのできるだろうと。いいマッチとして、なんかその因縁とか僕らはそんなにないんですけどね、正直。ただそれでも試合は本当に感動したのでやりたいな。だから超えられたらすごいでしょっていうのももちろんありました。形式で。梅原さんのその10先の実績っていうのはもうすでにこの時点ではかなり積まれてるわけですね。なぜならばまず10試合選手とシェンとの試合ですね。旧マットキャッツでシェンがエボ優勝した年、梅原さんがこのエキシビジョンで10対0
でもっと衝撃だったのは対インフィルトレーション戦で10対2。マジすごかったね。あれはやばい。あれマジですごかった。扉を開く。それに影響を受けたもちさんが枠を広げるとか言い出して完全に扉開くの。いやもうあの人はもう完全に小亀なんですよ本当に。マッドキャッツアンベルドの前日だから2日前ぐらいに対戦してもらって、はい、やべえと思ったの。そうなんです。再三言ってますよね。僕が一番衝撃を受けたのはそのマッドキャッツアンベルドのインフィル戦の前にやった僕の号機対梅原に10対2。当時も本当に真剣にやってるプレイヤー多かったし、レベルも高かったと思うんだけど、結構日々の上達とか、一日一日のこの進歩するっていう感覚がやっぱね結構長い間やってたから、ストリートファイターそうですね、薄れてきたんですよ。だからもう差出すのってなかなか難しいんじゃないかなと思ってた時期に試合をやられて、まだまだゲームって全然掘りがいがあるんだなっていう風に気づかせてくれたのと同時に、いやみんながこれと比較されるんだったらこれはしんどくなりますよっていうのはちょっとプロとしてやっていけるのかなっていう怖さ。その辺から時田さん結構ストシリーズ1本に、そうだね、あれはやっぱりその転機の一つだったって感じなんですか。自分としてはやっぱあれは衝撃度がすごかったから、試合のおかげで結構そのスタイルをガラッと変えれたというか。スパーリングの試合でそういうことがってすごくないですか。いやマジいやねそれでエボ取ってそのね本当の話いいですか。チートだと思ったんですよ。いやいやオンでそうオンだった。オンだったんだ。オンでそんな感じだったんだ。そうマジで本当にその迷いがなさすぎて、人間じゃないって思ったんですよ。少なくとももう判断して決断しなきゃいけないんですけど、格闘ゲームっていうのはその時間がもうないぐらい。そうなんです。だそういうのを受けてやらせてもらいましたね。ここでの時戸さんのその取り組みみたいな感じどんな感じだったんですか。いやだから、その取り組みが今思えばもうちょっとできただろうっていうのが悔しかったんですよ。ただ当時としてはすごい強いガイドの方、ヤンボさんわかります。ヤンボさんが人四国の方ですよね。ヤンボさんにやっぱオンラインで稽古つけてもらうっていうので、一応その自分もフィードバックとか出したりとか、ここからもいろいろこういうのがあるんじゃないかっていうのは言っていただいたんですけど、やっぱねこのやっぱ取り組み方とかってかそのもっと言うとだからもう真剣に生きてました梅原さんの方が。もうそれをまざまざともう最初の2試合で俺分かっちゃったの。そうなんだ。最初2試合でもう分かりました。でその時にやりながら思ったのがヤンボさんは本当にすごい頑張ってくれて働きながらやってくれたんですよ。ただインフィル戦を俺は見てるし、しかもインフィル戦の前に手合わせしてもらってるんですよ。その衝撃を知っときながら、その衝撃を知っときながら、いやもっとやんなきゃダメだっただろっていうのが反省だったんですよ。いや最後なんか本当はもう10対3だったのに最後向こうがなんか変ななめこみたいなことしだしてなぶられてるわけですガイルに。3年後4年弱くらいですかね。尾道4、で川野。これはどういう経緯で決まったんですか。これは当時僕川野に対して結構勝ってたんですよ。でさらに川野が結構上り調子で、そうですね。もうこの頃は最強プレイヤーでしたね。強かったプレイヤーで、めっちゃいろんな大会勝って。で、川野が僕にあんまり勝ててなかったから、
この舞台でまあちょっとそのチャレンジしたいっていう僕は梅原さん経由で梅原さんと川野あの時からもう結構つるんでたからでそう川野なんかやりたがってるって言ってるみたいよっていうのを聞いて負けてるからまあ拒否権はないそっかだろうなっていうのが僕としてはその本音なんですよ。本音なんですけどただその梅原さんが言うにはどっかでやっぱ僕に川野に勝てるっていう算段があったからさすがに受けたんでしょっていうのを、そうまあどっかであったのかな、100% 負けるっていうんだったらやんないかもしれないけどでもこのタイミングではやっぱその前回の反省を生かしてじゃないですけどやっぱり印象に残ってるのは水葉さん雄平いやなんかねいや水葉周りが水葉を心配しすぎてたんだね全然いけますよ俺水葉には本当に抑えなかった。いやそうですね水葉がいなかったら厳しかったそういうイメージありました。全く外野からのエピソードなんですけどめっちゃ覚えてるのが時戸さんがレッドブルスフィアの会場に椅子を電車で持ち込んだっていうエピソードがめっちゃ覚えてるんですね。ヘッドホン忘れたんだけど当日忘れてで梅原さんに言ったら、梅原さんやっぱ梅原さん多分ね川野は勝つと思ったんだと思う。時々はやっぱりなんかあの忘れてるのを見て、気合入ってないなって思われたらしい。ところがどっこい時々は椅子を持ち込んでいた。ということで、過去2回の出場に関してはそんな感じだったって。これね経験者が強すぎるよ。ルールで。やっぱり他の大会と違います？違いますね。どこは違うと思います？やっぱその注目度も高いですし、負けた時に失うものが大きいイメージはちょっとあります。それもそうだ。じゃあ正解言いましょうか。獣道は他の大会とはルールが違います。そうなんです。ルールが違うんですよ。だからなんかその今回もう本題いっちゃっていいですか？本題っていうか。だからメナがこんだけ大会勝ってて、俺に梅原さんがどう立ち向かうのかっていう目線を持ってそう。でも世間はそうです。ルールが違うんです。これね、本当にそこはもう僕とは完全にズレがあります。そうなんですよ。違うゲームなんですよ。違うルールなんです。そう。ちょっと前たまたま話した時に何言っちゃってんのぐらいの感じでそういやもうそんななんだっていう長期戦ってあるにはあるじゃないですか。トパンガチャンピオンシップのその決勝だったりとかコンセプトマッチとかでももうそれとも違うっていう。どういうこと？だから違うルールが違うんです。もうちょっとだから言おうかじゃあ獣道でスコアでは5対10ってなってますけど、本当は3対10だったんです。実質3対10で負けて、でその次のトパンガチャンピオンシップ、時戸対梅原、7対0だったんですよ。そうじゃん。そうだ。それってよっしゃーってなりそうじゃん。なる確かにリベンジ達成みたいな。全然してない。獣道の借りは獣道でしか返せない。全然取り組み違うから。ていうか俺は取り組みは全く違うなと感じたし、梅原さんはやっぱりその当事者だから、当事者で俺がチャンピオンシップが勝ったから、いやこう見えても自分は自分なりにしっかりこれに合わせてやってるよっていうふうに言うんだけど、こっちからしてみたらもう全然違う。まずそのルールが違いますし、あと正直言うと梅原さんは心持ちが違いすぎます。
そう他のそのまあね、そう梅原さんの心持ちっていうかこれねもっと言うと梅原さんが決めたルールなんですよ。獣道のルールっていうのはだからこそあの人はそこに対してもう本当に真剣に、うん、それこそもう自分の全てをかけるぐらいのものを出してくるんですよ。で時田さんはその練習見てるわけ、まあ、見てはないんや。もうね見ないようにしてるのよ。あ、そうなんだ。なるべくいやちょっと気になっちゃうからはいちらっと見るんだけど、はい、なんかそのこれがこうなってこうなってみたいなところは見てないです。なるほど。まあ、いよいよというかズバリなんですが、梅原さん対メナ10先、時戸さんはどう予想しますか？これでもメナに怒られないかな。でもまあ10対5で梅原勝負をお願いします。はい、10対3ではありません。ただその今までのそのなんていうか実績を考えると、まあ、メナが勝つのは結構難しいんじゃないかなっていう思うけどな。まあでもなんつうのその CPT っていうさその、はい、言ってしまえばありがたいことにカプコンさんがああいうのを組んでくれて、はい、でそれで勝ったらさお金ももらえて有名になってプロにもなれてご飯も食べれるっていうので、僕なんかはもうわそれ最高でしょ全部行きますよって、はい、なんならもうカプコンカップ取ってるのに海外行きますみたいな人間とはもう全然違う人なんですよ。なるほど。自分がその今までずっとやってきたってことっていうのはこういうことなんだよっていうものを見せてくれると思います。それでは本日の動画は以上となります。4月29日ですね、獣道ぜひ皆さんも一緒に格闘ゲーム史に残る一戦を見届けましょう。はい。時戸さんは現地行かれますか？現地行きます。おお。行くでしょ。っていうか海外勢が、はい、どうやってどうやって入る？ガーネットから毎日プレッシャーかけられるというわけで、はい、今回の動画は以上となります。それでは次回の動画でお会いしましょう。また。